ヤッホー竹渕圭と切れてるバッターに切れています。だって切れてるんじゃなくて切れ込みが入ってるだけなんだもん。こんにちは、遠坂めぐです久々に聞いて感動したまあ皆さん多分もう絶対に見たことあると思うんですけど、1回は TikTok、YouTube ショーツ、もうどこでも見るどこでも見る切れてるお姉さん遠坂姉さん、はいね、もう去年からボーンって、いや、ありがたいことにいろんな人にね、見ていただいて、切れてるバターでおなじみの遠坂めぐさんなんですけど、去年の夏ぶりですね。はい、去年の夏にショート動画もね撮らせてもらって、そうですねそう撮らせてもらって、歌を一緒に歌わせてもらって、めぐさんの方のチャンネルでちょっと喋ったりもしたのかな。そうですね、切れてるバタ切れてるースパルタ指導みたいなそういうやつでどの立場でっていう感じだったんですけど、そう、あの時はそうでもそんなに喋れなかったから、なんか改めていろいろ喋りたいなと思って。いいんですかこちらなんですか。だって去年私はケイさんもともとめちゃくちゃ憧れの歌手の一人で、ストリップスブースハウス時代からって思いながら見てて、でもそれこそ切れてますのおかげでこう、私もこういろんな人に知ってもらえて、今だったらもしかしたらケイさんこれもできるのかなみたいな感じで去年お願いした感じなので、なんかちゃんと喋りたいなって思ったので、私もそのこのチャンネルでいろんな人とおしゃべりしていくみたいな K's All Ears っていうI'm all ears って、やばい、ケイさんの生英語が今ここで聞こえなんでそんな耳吹くところどころファンが垣間見れないすいませんっていうタイトルで全部何でも聞くよっていうタイトルにしようかなと思って、遠坂さんをお招きできたなと思って、はい、そう喋っていけたらと思ってます。ありがとうございます。よろしくお願いします。すごいおしゃれな空間なんですけど、シティキャンプさんっていうとこなんですけど、超おしゃれだけど気持ちは居酒屋みたいな気持ちはお部屋みたいなそのくらいのゆるさで普通に喋れたらなと思います。あ、なんかウバーが来たタイミングに。今日はめぐさんにね、食べ物何が好きですかって聞いたら、すごいいろいろ教えていや、難しかった、めちゃくちゃでもその中でメキシカンとか好きですって、そう言いました。食べやすいねやつ、あと自分が普通にお腹空いてたっていうだけなんだけど、なんだ、おいしそう。もう好き、もう大好きこれ。ナチョスとワカモレを追加しました。ありがとうございます。これをね、こう火で燃えないように気をつけながら食べていきたいなと。食べありがとうございます。メキシカン本当大好きなんですよ。なんか意外とっていうかめっちゃ食べる。結構食べますね。そうだよね。そうですね。こんな細いのに。いやめちゃめちゃ食べるよ。あとね、これシティキャンプさんのフコーラっていう、めっちゃ美味しいの。やっぱりコーラシロップとあと炭酸で割ってるんだけど、そうジンジャーエール好きって。めっちゃジンジャーの味すごい。確かに。めっちゃジンジャー。美味しい。ガツガツ。家だと思って。家だったら私こうなっちゃう。私こうなっちゃうね。まあそれでもいいんですけど。ちょっとすごい態度悪いやつみたいな感じになっちゃう。切れてるし、悪いしみたいな。最悪な人になっちゃう。いやでもなんか多分もしかしたらショートでは見かけたことあるけど、どんな人なのかとか知らない人とかもいるのかなと思って、ここぞとばかりにもしアピールしたい点とかあったら今日言っちゃってください。そうですか。とりあえずそんなに綺麗性ではないっていうのだけは最初に。いや、それはね、会えばわかりますから、見ててわかるよね。コメントとかでは来ますからね。まあそう。じゃあ早速質問をね、ちょっと聞きたいことが結構たくさんあって、やっぱりこの切れてる芸というか切れてるバターネタですごくバズってるから、やっぱアンチコメントとかもめっちゃ来るんじゃないかなって
思うんですよ。こうまあネタにするぞぐらいの気持ちだろうなとは見てて思うけど、でもやっぱイラッとしたりムッとしたりなんかこうモヤモヤってしたりするものが残ったりするのかなと思うんだけど、そういう時どうやって処理してるのかなっていう。私はあんまり気にならないタイプみたいで、もともとそのアンチっぽいコメントをネタにするっていうのは、結構いろんなクリエイターさんがやってて、最初に私が取り上げる前からある程度溜まったらやってみようとは思ってたんですよ。である程度溜まったから実際やってみたら想像以上に反響があってもちろん攻撃的な人はさらに攻撃的になりますけど、やればやるほどこいつ反応するんだってなるんで、本当にそうなんだね。そうですだから増えるけど、一方でこんなアンチがいても頑張ってるすごいみたいな、なんか二極化するんですよ、めちゃくちゃコメントが。だからそこで、しかもあれを機にやっぱりなんかチャンネル登録者が増えたりとかすごいあるんで、なんかまあ賛否両論あれど、あれはまあ一個のコンテンツとしていいんだなっていうのがすごいあるんですよ。だからそれを取り上げることで、まあそれこそ再生数もそうだし、そういろんな人に興味持ってもらえるきっかけになるんだったら全然やりますって感じで、そうですね。だから傷つくとかはない、いい題材にできそうなものがあればもう随時控えていつ出そうかな。さすがに強い。もしでもそれは自分のネタにできるっていうそういうこう一個の武器を持ってるからフォーマットがあって、でそのネタにできるぞっていう気持ちになるじゃん。もしそういうコンテンツを持ってなくってエンタメ系の動画とかを出してなかったとしたら普通のアンチコメントとかってぐさってきてたと思う。なんだろう、アンチコメって一言で言うと多分いろんなタイプがいると思って、本当に批判している。だから歌だったら歌唱力ないなとか、なんか音程悪いなとか、そういうまあ批判的だけど、それ一応ちゃんと見た上で言ってるのと、単純ななんかこうヤジみたいなのもあるじゃないですか。だから単純なヤジは別に響かないんですよ。なんか別にそういうの言いたい意味っているからそうなんですねって感じなんですけど、ちゃんとした批判に関しては一回はまあ咀嚼する。でなんかそれが自分でも思ってることとかだったら、なんかすごいそうだよね。全く一緒だ。そうだそう。例えばブスとか下手とかそういうのは本当になんとも本当に右から左なんだけど、いやごもっともですみたいな中にもあったりする。それはね確かにアンチではないっていうか、言い方もちょっとあるだろうと思ったりするけど、それも全部糧になってるから、コメントしてくださってるだけありがたいっていう。そうですよね。確かになんかアンチでだろうがファン的な好意的なものであろうが、なんかちゃんとコンテンツを見た上で言ってくれてるものに関しては全然普通に全部受け止めるっていう感じで、別にコンテンツがどうこうではなく、とりあえずやじ飛ばした人のははいはいって感じ。そうです。いや私もたまに来るだけでもパッてなっちゃう時があって、ケンさんがそんな何来るんですか？いや来るよ。なんか顔がうるさいとか。それはもうなんかあら探しみたいじゃないですか。いや歌ってる時めっちゃ顔うるさい時間があるから、いや確かにそれはでも受け止める系がですよね。前なんだっけ、ラッドウィンプスさんのなんかをカバーした時に、なんか態度がでかそうに見えるみたいな感じで、返すみたいなのは見て、そういうのも来るんだって。そう確かになんかね、それはグースハウスだった頃にラットさんの前々前世をカバーさせてもらった時に足組んでたのね。そうで、それはでも私がこう膝上のワンピースを着てて見えちゃうと思って足組んでたんだけど、そしたらなんかこうラットのカバーしてるくせに偉そうって結構でそれにいいねめっちゃつくみたいなあって、そこからはでも確かにと思って足組むの極力やめてる。自分が思ってないとこそこ見てるみたいなことすごいありますよね。ちゃんと見てくれてるっていうか、逆に言えばね、そもそもずっとちっちゃい時からピアノやってたじゃないですか。どの時点で歌手になりたいって、歌手になりたいが最初だった？そもそも経緯的にはピアノと作曲が同時に習いに行って、それが小学校1年生で歌に出会ったっていう感じで言うと、小学校4年の時に小学校に合唱部があったんですよ。でそこに入ってて、結
構NHK で合唱コンクールっていうのが毎年あって、そこに割とこう東京代表になったりとかするぐらい結構強豪すごい合唱部の学校だったので、結構練習とかも大変だったんですよ。でなんかそれの中でなんか歌って大変だけど楽しいなみたいな感じになって、で中学にそのままエスカレーターで、上がる学校だったんですけど、中学に合唱部がなかったかあったけどそんなにがっつりみたいな感じじゃなくて、続けられないなって思った時に、自分作曲も一応習ってきたし、歌もやりたいぞっていう気だったら、これ自分で作った曲自分で歌えばいいんじゃねみたいな感じになって、中学ぐらいからシンガーソングライターをやっていくようになったって感じです。結構早かったんだね、じゃあ。そうですね。この人になりたいから歌手目指しましたとかっていう人結構多いと思うんですけど、っていうよりかはちょいちょいいろんな要素が、作曲とか、合唱とかっていう要素で、なるほどね。なんかガッチャンってなったって感じ。すごい、なんかなるべくしてなってる感じがする。いや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 めっちゃ。ケンさんはもともと歌手、歌が好きっていう感じで、歌手になろうって思って。私はちっちゃい時からずっとめちゃくちゃ歌が好きで、ずっと歌ってて、宇多田ヒカルさんがファーストアルバムを出したのが私が小1か小2の時で、それを聞いた時に衝撃を受けて、もう何これみたいな、すごいドハマりしちゃって、アルバムの中の全曲歌詞丸暗記してずっと一日中歌ってたみたいな。でその時にそれまでは童謡とか小学校でそれこそ習う歌とかをこう歌ったり聴いてる時に、そんなにその歌い手さんとか誰が歌ってるとか誰が作ってるとか考えたことなくって、宇多田ヒカルさんっていう歌の曲を聴いた時に初めて作ってる人と歌ってる人どんな人なんだろうっていうのが気になって、でそこからアーティストっていう仕事があるのかみたいな、そこでこうなんか歌手になれたら楽しそうだなってめっちゃ漠然とだった。その時に初めて思ったかなっていうのが始まりだったかも。でもそうそう、それで同じ大学出身なんですけど、大学生の時からもう音楽はずっとやってたと思うけど、その周りが就活とか始めるじゃないですか、はい、その時に音楽か就職かみたいな、就活しようかなとか思わなかった？全然普通に思ったこともあって、結局しないで終わったんですけど、大体就職って、大学3年生ぐらいからが本腰入れてやるみたいな感じで、そのちょっと前からインターンやるみたいな人が多い中で、私ちょうどその大学2年生の時にお父さんが亡くなったんですね。でその時にやっぱ結構本当に悩んで、お父さんが一番音楽のことも応援してくれてたしっていうのがあって、もういなくなっちゃったからいいかなと思ったりしたんですけど、やっぱその生きてる間には叶えられなかったけど、一番応援してくれてたお父さんのためにも今後頑張ろうってなんか改めて覚悟を持ってなんか音楽に向き合えたっていうのがあったんですよ。だからそこで、悩んだけど就職しないで音楽一本で頑張ろうって思ってる感じです。そうなんだね。今喜んでるだろうね。そしたらどうかなでもなんか一個すごいこれは親孝行かなって思ったことがあって、だから去年それこそ「キレてます」で、私のことを知ってくれた雑誌の編集者の方が小説新潮っていうんですけど、なんかたくさんいろんな人が寄稿する月刊雑誌があって、でそこに私コラムに書かせてもらったんですね。そしたらなんかお父さんがめちゃくちゃ好きだった酒井純子さんっていうエッセイスト、コラムニストの方がいて、その方もなんか連載の時そこに持ってるから、同じその雑誌になんか乗れたっていうのが、それは今すごい鳥肌立ってる。だからそれはね、仏壇に飾ってあって、それは絶対に喜んでる。めちゃめちゃ親孝行だね。そこはちょっとよかったな。そうだね。応援してくれてたっていうのはもうずっとちっちゃい時から慶応大学に行ったけど、でも音楽頑張れって言ってくれてた。そうです。なんかお父さんは基本なんか昔から自分のやりたいことやったらいいよスタンスなんですけど、基本なんかよっぽどのことがないと反対しないから、基本的にやりたいことやったらいいっていう感じで、最初私幼稚園から大学まで行こうと思えば行けるエスカレ大会だったんですけど、そこで一回チャレンジとしてその慶応に受験してみるかって時にお父さん最初反対したんですよ。みたいな、なんかせっかく受験とかなしでその好きなことできる環境なのに、なんで受験するみたいな感じで
待されるみたいな。でもすごい、なんでさ、確かに慶応に環境情報そうです。学部に行こうって思ったの？なんかでもそれは、なんかその時はチャレンジみたいな感じで、推薦入試なんですけど、受験して失敗してもその元の学校に戻れる仕組みなんですよ。だからだったら別に減るもんじゃないし、確かに確かに。なんか一回自分のトライとしてやってみてもいいかなと思って受験してみたいな感じでしたね。だから別にその時はなんか明確にこれ絶対やりたいから行きたいとかはなかったんですけど、まあ、今となってはやっぱそのずっと幼稚園から大学ってもう18年。場所も同じなんですよ。そうなんだ。なんか同じ場所で、しかも同じような人がいる中で、まあもちろんそれも楽しいけど、なんかまあ世の中にいっぱいいろんな人がいるから、なんかそうやって環境を変えて違うところでいろんな人に会うっていうのも今はなんかやっぱそうしてよかったなって思うかな。すごい素晴らしいね、その選択。なかなかできないよね。こう自分がさ心地いいぬるま湯じゃないけど、自分にとってはこう心地よくて温かい環境から水からこう出てなんかサブみたいなそれってすごいよね。でもなんかすごい良かったなって思いますね、今は。大学も一緒で、その事務所も最近一緒になったってことでなんかキモい人みたいな感じで思わないそんな私がいるからとかじゃないの分かってますから。もしその音楽の道に行ってなかったら何してたかなとかって考えることある？何仕事、してたかな。就職もししてたら割とでも小さい頃から音楽やりたいと思ってたから、あんまり考えてないけど、今考えたらなんだろうな。でも親がそのお父さんがずっと自営業っていうその仕事をやってたので、それを継いでた。なるほどなるほど。でお父さんはそれは継がなくていいってずっと言ってて、なれると思うけど別になんかメグがやる必要がない職だから、その別にこの仕事は別に俺の代で終わっていい感じで言ってたんですけど、まあ、もしその私に音楽とかそういうなんか夢中になれるものがなければ普通にそれを継いでた。自分の意思で継いでたと思う。そうですね。素晴らしい。聞けば聞くほど素晴らしいお父さん。いやなんかお母さんも素晴らしいんだと思うけど、そのメグさんのなんていうの姿勢とか人格形成にめちゃめちゃお父さん関わってるんだなっていうのを感じる。本当ですか？喋ってて今日改めて感じた。ケイさんがもしなんか歌が自分になかったらどういう興味あるのかなって思います。自分のために頑張るのが10年間のこの闇やってもダメだっていう闇に戻るぐらいなら